さあ松田さんコメントです。はいはい。前回の動画ですね、はい。11月、はい水を切るよという内容に、はい。動画についたコメントです。はい。いつものジャッキーさんです。はい。11月中の水のやり方、ノウハウ解説、いつも勉強になります。ありがとうございます。いえいえ、はい。あと過保護も禁物ですね。さらにありがとうございます。私の質問&コメント回答動画流れて嬉しくて、妻にほれほれ見てみ、コメント読まれてるぞ妻、わあ本当だなんて楽しく視聴することができました。感謝感謝です。こちらこそありがとうございます。もう本当にいつもコメントいただいて本当にありがとうございます。コメントの対応はですね、YouTuber の吉川さんがいつもしてもらっています。ありがとうございます。すいません。はい、もういつもですねフォローもしていただいて、コメントもいただいて、で吉川さんが頑張ってコメントもしてくれてますんで、はい、どちらともありがとうございます。はい、次は三陽さんって方ですね。はいはい、素人が水切れ言われてもなかなか難しいし、かといって水切らないと翌年に花が咲かないし、購入者への質問大変ですね。そうですよね。でもですね、前の動画でも言ったけど、完全に水切らなくても花咲くんですよね。去年までもそうだったですもんね。はい、100% 絶対1ヶ月切らないとダメだっていうことはないと思います。でもちょっと聞くところによると、ジェンキンシーとかリンドレーとかベンツェンあたりは完全に切った方がいいよということは言われました。はい。アフィラム系はもう1週間に1回ぐらい水やってもう十分花がいっぱいついたっていう実績もあります。そうですよね。はい、だから 100% 1ヶ月水を切らなくちゃいけないということはありません。ないと思います。でそれも種類によって違うと思うんですよね。アフィラム系はもう1週間に1回ぐらい水を切らして水を1週間切らしてやればいいという、それで十分もう80%、90% 花がつきましたんで、はい、だから絶対ということはないと思うんですよ。はい、種類によってちょっとその差がありますんで、そこら辺はそうですね、本当に素人の方、私も最初心配でした。1ヶ月完全に切っていいのかどうかっていうのをちょっと心配したんですけど、今年一応試しということでやってみたんで、この結果もですね皆さんにお知らせできるかなと思います。動画も含めてですね。はい、一応今年は試験的にもうちょっと鬼になって水をやらなかったというところもありますんで、はい、もうそれがですね大体デンドル向け全面的にやらなかったんで、はい、それがどうなるのか、去年とどういうふうに違うのかっていうのもちょっと実証見てみたいと思うところですね。はい、またそれからも報告していきたいと思います。はい、絶対本当に1ヶ月乾かさなきゃいけないということはないと思います。本ではですね、バルブがシワにならないぐらいに水やった方がいいよっていう江尻さんは言っておられましたね。江尻総一さん、息子さんのですね。はい、ではガラガラにしてバルブをシワが寄ったりバルブが細くならないようにした方がいいですよっていう解説をされてましたね。はい、それで私もそれで今までそれで動いてはいたんですけど、はい、他の動画でもですねもう1ヶ月完全に切った方がいいですよっていう動画も結構あったんで、それに倣ってですね今年はもう1ヶ月ある程度切ってみたというところなんですよね。はい、で本当に去年との比較っていうのも今年は来年はできると思うんで、そこへも随時このクルカラ村さんの方で流していきたい、情報を出していきたいと思いますので、そこにはチェックしてみてください。はい、本当に絶対1ヶ月切らなくちゃいけないということはありません。はい、1週間乾かしてやっても十分花が咲いてたという実例もありますので、そこら辺はですね臨機応変にできるかなと思います。種類によっても変わってくるんで、はい、来年を楽しみにしてます。そうですね、そういうことです。どういうなったかというのは報告していきます。はい、はい、さあ次の方です。この方は多分、はい、この間大阪から来られた大阪の安場さんの多分ご主人さんの方じゃないかなと思うんですけど、ちょっと読んでみますね。11月の水やりのご説明参考になりました。
先日いくつかアフィルムなどの苔玉を購入させていただきました。11月1ヶ月水を切るということは理解していますが、苔玉の苔が枯れてしまうのではと気になり、適当に苔にスプレーをしたりしています。完全に水を切った場合、苔は大丈夫でしょうか？はい、うちもですね、それはすごく心配でした。でも、ある程度今やったらある程度苔も色が出てきてですね、大丈夫みたいです。でもですね、スプレーされた方が正解かもしれません。はい、完全に切って苔が死んでしまうということはなかったんですけどね。でももうそれぐらいあんまり中に染み込むぐらいじゃなくて、苔にちょっと水を与えるぐらいだったら全然問題ないかなと。でそれでもさっきも言いましたけど、1ヶ月絶対水切らなくちゃ花芽がつかないということもないんで、はい、そこら辺は臨機応変でいいかなと思います。特にアフィラム系はですね、私の知り合いも本当に1週間に1回ぐらいしかやらない。1週間に1回乾いてからやるのが基本ですよ。雨の日にはやりません、曇りの日もやりませんっていう方が花芽完璧につけてました。もうほとんど根元から頭の先までついてる状態でいつも出荷されていたんで、はい、1ヶ月絶対切らなくちゃいけないということはないと思います。で、生苔、うちで生苔に結構巻いているんで、そこへんもですね、苔が死なないようにそれでされる手間がかけられるんであれば、そっちの方がいいかなと思います、ね。はい、安場さんでした。安場さんありがとうございます。本当にもうお土産もいただいてありがとうございます。初めて宮崎に来られて、高千穂、うちがメインで高千穂もちょっと行ってみようかということを言っていただいて、本当にありがとうございます。またですね、2回目の宮崎旅行をぜひ計画してみてください。来年の4月ぐらいうちの店もですね、いろんな花が咲くんで、はい、4月5月がおすすめです。そうですね、はい、ありがとうございます。さあ次はともこさんという方ですね。11月のノビル系やアヒラム系のデンドロビウムの水やり1ヶ月水切りと言われてますが、我慢できずにあげてしまいました。乾いたら水やりが基本ですね。響はお水が好きとのことで乾いたらあげています。元気にしています、はい、来年咲くのが楽しみです、はい、NG 集は本当に面白かったですまた作ってほしいです私はですね、適当に喋って吉川さん YouTuber の方が編集してもらってるんで、そこはですね何も言えないんですけど、私は普通に喋ってるつもりなんですけどね、ちょっと抜けてるところがあります。すいません。いや、それが面白いと言っていただければ、そんな感じで、はい、演出しているわけじゃないんで字ですね。そうですね。すいません。演技はないですよね。はい、そういうところでやっています。はい。本当に素人の方で1ヶ月絶対水を切るっていうことは絶対それが正解っていうことでもないんで、はい、水乾いたらあげるっていう形でも全然いいと思いますよね。はい、でも先ほども話してもらったんですけど、響はお水が好きとのことで乾いたらあげてますけど、響に関しては私も生産者と今ちょっといろいろ研究しながらやってるんですけど、水を切らずに咲いてくれますね。はい、でその方ももう水を切らさずにやってるっていうこと、冬でもですね、はい、うちも冬切らさずにやってて全然平気で咲いてくれますし、で一応6月7月がメインで咲くというふうに、ラベルに書いてありますけど、不定期咲きということで夏メインですけど、7月8月に咲いたらもう10月11月まで平気で咲いてくれますし、不定期咲きで秋咲いたり冬咲いたりするんですよね。で1回咲いたら 2,3 ヶ月平気で咲くんで、素人の方が育てやすくて、長く咲いてくれて本当にいい花じゃないかなと思うんですよね。はい、でも1点だけ寒がるんで、そこへも気をつけて、霜に当てないようにすれば周年通じて楽しめる場合もありますんで、本当に半年近く咲いたという方も結構おられますし、あとはちゃんと、水やって4、5、6、7月にちゃんと肥料やれば毎年咲いてくれます。でうちでこんな響もですね、苗から作って4、5年かかっています。でもこれからはですね毎年咲いてくれますから、これだけするのが大変なんですけど、これからは毎年咲いてくれますし、不定期咲きでもう年中咲いてくれる場合もありますので、ぜひ挑戦してみられるといいかなと思います。はい、であとはこれをどうやって増やすかっていうのは、竹芽が出たりするやつを増やします。
高めを取って大体これで 4,5 年ぐらいでこんな感じになるという形ですね。あと株分けでも増やせます。鉢植えの場合は来年の4月か5月ぐらいに株分けされるといいかなと。これはもう1年ぐらい持ちますんで、これもですねもう来年ぐらいこうモリモリになってきたら、4月5月ぐらいに半分に切ってまた巻き直ししてあげるといいかなと思います。苔玉の場合はですね。はい、株分けも平気でできますけど、植え込み用土がですねこれ特殊なんですよね。バークで植えてますんで、そこら辺はまたこう、植え替えしたい場合には問い合わせしてもらうといいかなと思います。で今年はですね、試験的にバークとボラッチとベラボンを混ぜて3種類混ぜて同等ぐらいで混ぜて試験的に培養土を作ってそれで育てている試験をしています。でそれも結構根の張りがいいんですよね。そういうのも将来的には1年ちょっと試験しているところで結果が良ければそういうのも案内できるかなと思います。それも水抜けもいいし水持ちもいいし根の張りもいい、今のところいいようであるんで、そういうのも紹介できるかなと思います。もう一つ、はい、これも別の智子さんだと思うんですけど、はい、大きくて綺麗な響きですね。7月の動画についたコメントです。綺麗ですねっていうことです。ありがとうございます。綺麗なんですよね。でなかなかああいう咲き方するのはないし、特にでかくなってもりもり咲くよりはあれぐらいの大きさでこじんまりこう株元にしっかり花が咲いてそれを長く楽しめるっていうのも一つありなのかなと思うんですよね。ボリューム重視じゃなくてある程度こじんまりバッと咲いてくれるっていうところも一つかなと思うんですよね。そういった特徴があるデンドロビウムです。もう一方ですね。はいはい、これはムーさん。またフランスかどうかですか。いやこれ日本人だと思ってスリット鉢のアフィラムを注文させてもらいました。ありがとうございます。福岡県のものです。はい、無事届きまして現在ベランダにぶら下げております。はいはい、そしていつ頃部屋の中に取り込もうか悩み中です。はい、マンションなので霜の心配はないのですが、この時期夜温が6度から7度のようで12月に入ったら部屋に入れようかと思っています。それでいいと思いますよ。10度以下に大体2週間ぐらいということですので、最低温度がですね、そうマンションだったら当たらないですよね。はい、であれば外でいいかもしれないですね。霜に当てないように凍らなければ外でもいいかなと思います。で、できるだけ明るい方がいいですよね。はい、光が、できるだけ暗いところに置いとくよりはできるだけ明るい方がいいと思います。で乾いたら水やるパターンでいればですね、そんな乾かしておればそんな寒さにもまだ強いんで、はい、で宮崎の場合は2、3度になって外に霜が降りるとかマイナス1度2度の注意報の時はもう完璧に家の中に入れるんですけどね、たまに0度になることがあるんですね。それでも耐えてましたね。鍛えていた状態じゃないけど、それでもなんとか越していたピラルミでした。アフィラム系はもうこれ言っていいのかな。本当は5度以上あった方がいいんですよ。はい、でもうちの場合0度になったこともあるけど、それでもなんとか傷まずに越せたというところがあります。はい、それが 100% そうした方がいいよということじゃないけど、できれば5度以上あった方が冬もある程度しっかり育ってくれるとか根が動いてくれるんじゃないかと思うんですよね。乾かしてから水やるという形ですね。ガラガラにでもしない方がいいということです。なんかでも松原さんが前言ったのは最初の一発目の寒さがダメージが、それはありますね。去年もうちが12月の中旬ぐらいに10年に一度の寒さでハウスの中がですねハオルチアが2、3000鉢あったんですからね。それが一発で凍りますからね。でそれで全滅したっていうところもあるんで、最初の寒さが一番応えますんで、寒さ一番最初に、霜注意報が降りた時はもう入れてやった方がいいかなと思いますね。でそれで徐々に慣れてくればいいけど、もう急にガーンと落ちると危ないですね。徐々に寒くなればいいけど、急になった時は特に気をつけてください。そういったわけでもう絶対中に入れてやった方が安全になるかなと思います。外の気温を見ながら、それと置く場所によって乾き方が違うんで、乾いてから水やるというパターンを繰り返していけば、きれいに花が咲いてくれると思います。この方まだ続きがあります。
松浦さんの人柄いつも素敵だなと思いながら拝見しています。そうなんですか。立派な株をありがとうございました。いやこちらこそこれからも楽しみにしています。スリット鉢ですね。あれもですねちょっと乾きが早いんで、乾いたら水やるということを繰り返してください。はい、スリット鉢。松浦さん、全国あちこちにファンが出てきてますよ。ありがとうございます。はい、普通こんな感じです。はい、あんまりそうですね。できるだけ綺麗な花を作って皆さんに紹介したいなというところで、喜んでもらえるのが一番なんですよね。はい、綺麗だなと言っていただければそれが最高の褒め言葉ですね。はい、ありがとうございます。で、一番いいのは4月5月ですかね。花がいっぱい咲いて。そうですね。それ4月5月にうちはあんまり油もそんな高かないし、はい、あんまりそんな過保護で育てていないんで普通のパターンで咲いてくれると思います。今年はですね、最低温度が10度以下にならないハウスを間借りすることができてですね、そちらにある程度サマグリアリナスは入れていこうと思うんですよ。でうまくいけばそこで最低温度が10度以下にならないからですね、ある程度冬も育ってくれて花芽が早く大きくなってくれる可能性もあるんで、そこら辺はですね、もしかしたら4月前に花が咲いてくれるのもあるかなと思うんですよね。そこへも期待しながらちょっと移動が大変なんですよね。もう昨日一昨日ぐらいからもう12月になって移動を始めたんで、そのあったかいハウスに入れてもらって花を少し早めに咲かせるという考えも今しています。はい、でも水やりが大変なんですよね。朝もう今3か所ぐらい水やってるんで、はい、もう釣り行く暇があるのかな。はい、なんとかですね時間を有効に使って今動いています。はい、でもですねもう今日も3時ぐらいから動いてですから3時ぐらいからですね5時ぐらいから吉川さんと釣りに行く予定だったんで3時から5時ぐらいまでちょっと苔玉を作ったりして、でも考え方によってですね1日を2日分楽しんでるような形で楽しんでますよね。でも基本的に9時ぐらいには寝ようと思ってるんですよね。で9時ぐらいに寝て、最低睡眠時間6時間ぐらい欲しいなというところで、はい、たまにお酒も飲まないようにしようかなと思ってる。本当はですねもう土曜日だけ飲んであとは休館日にしようかなというところで今ちょっと挑戦はしています。でも昨日飲んだんですよね。はい、基本的には土曜日だけ飲もうかなというところで、もうあんまり夏みたいにビール欲しくないんで、そうですね、多く我慢できるのかな。はい、と温泉も趣味なんで温泉行ってですね、はい、はい、9時に病んでる、はい、充実した1日をですね2日分楽しもうと思って意欲な人間です。そういうところですね。はい。じゃあ松田さん寝ないと風邪ひきます。ですよね。もう風邪もですね1週間前引いてやっと解放に向かったずっとでも5日間続けて釣りに行ってますからね。松浦さんは風邪をひいた時にはどうやって治すんですか。動きながら治す。それもあって今回漢方薬もらったんですよ。ちょっと病院行ってですね珍しいですね病院行くの。ちょっと前ですねいろいろあってですね2ヶ月に1回は病院行ってですね。そうなんですか。はい。でそれ看護師さんには脳外科なんですね。脳外科行って風邪薬くださいって言ったらくれましたね。そうですか。処方箋出してもらって、で漢方薬でちょっと喉の痛みとか咳を止める薬とかそういうのいただいて、だからその薬で今回は随分楽になりました。これよく効くよって先生が言われたんで、効きましたね。はい、結構漢方薬でだいぶ良くなりました。はい、で良くなった解放に向かったというところで5日前ぐらいから毎日釣り行ってるので、はい、朝日を見ながら癒されてるところです。でも魚も釣れましたからね。はい、楽しい人生ですよ。はい、面白いですね。一日一日がはい、そういうところで過ごしております。はい、釣りと温泉と花作りとで充実した毎日ですね。はい、そういうところです。はい、皆さん風邪はいかない。ちょっと私今店番してて
夏からずっとソファで寝てたんですよ。で風邪ひく前にちょっと寒いなっていうところで布団1枚ソファで過ごしていたら案の定引きましたね。ちょっと寒いなと思って、いきなり喉が痛くなって、喉から来ましたね。はい、皆さん気をつけてください。もう冬はちゃんと暖かくして寝てくださいね。今日は早く寝てくださいよ。そうですね。まあ9時ぐらいに寝ようかな。もう3時ぐらいに目が覚めるんですよね。はい、年でしょうか。はい、そういうところで、はい、皆さん失敗されるけどですね、私的には楽しんでるんで、そうですね。いいのかなと思ってますね。はい、はい、そういうところでした。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またNG 集使えそうですよ今日。一箇所あります。